厳しい作業をしている状態ですね。枝もある程度減らして針金をしっかりね、もう枝先まで全てに置いてかけて、葉っぱもちょっと減らし気味で、これがなんで秋冬じゃダメで春がいいんか言ったら、春になってきたらこの真ん中の芽がね強くまた成長してきます。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回ですね、秋冬にね、植え替えをするならというようなテーマでやっていきます。だいたい植え替えは春と言われてるんですけど、秋冬でもいいなという、結構昔から僕言ってるんですが、はい。で本題に入る前にちょっとだけ少しお時間をください。メールマガジン無料でやっております。ですね、何十通かもう作ってるんですけども、この概要欄からメールアドレスで登録するだけで届きますんで、そちらでもねこういう動画の復習なんかしてもらえたらなというとこですね。はい、では本題に戻ります。ちょっとこれホワイトボード上げますね。秋冬に植え替えするならというテーマで今回お話しさせていただくんですけども、大体植え替え春と言われてまして、でその理由が春に植え替えしたら、すぐ根が伸びてね安全だという、そういう意味合いで春になってるんですけども、最近ね春言ってももうすごく暑いんで、もうどっからどこまでが春なんだろうっていうとこもありますけどね、そういう何月っていう概念はちょっと変わってきたようなとこもあるんですが、秋冬、ここで言うとこの、秋僕が植え替えいいなと思うのが、10月のそうですね中旬後半ぐらいからだったらもういけるかなと思います。でもう一つ言うと、その黒松なんかに限って言いますと、秋冬植え替えしますと、その芽切りがね6月の芽切りがすごい計算しやすいなと。で春というと3月も4月も5月も春という扱いになりますけども、その4月や5月ぐらいになったら芽が結構ビュンビュン伸びてきてるんですね。もう多分3月の初旬ぐらいから日本の多くではもう芽が結構動いてきて、でその動いた後にある程度動いた後植え替えしたら、その芽切りの時にその芽の大きさ長さで時期判断するんですけども、植え替えが1個ね途中で挟まるとねその計算しづらいんですよね。それに対してその秋冬も芽が伸びる前に植え替えしちゃうと、植え替えっていうのは一つ挟んでおりますけども、その後丸々芽の伸びはもう植え替え後の話なんで、ちょっと計算がしやすいと。それでも植え替えしてたらちょっと芽切りは慎重にとはなるんですけども、はい。で、それでもね秋冬の植え替えいいとは言ってもあんまりせん方がええんかなという話も考えもありまして、で、ここに並べてるのはこの状態だったら植え替えいいですよという、僕の考えですけどね、あくまでね。はい。順にいきます。一つ目は芽が元気と。芽が元気っていうのはどういうことかというと、そうですね、大きさとかね、弱いのと強いの見比べたらやっとねこれが元気そうなんだとかいう感じで分かりやすいんですけど、比べなかったらちょっと分かりにくいとこはある言い方にはなるんですけどね、芽が元気、明らかにもうなんかボサッとしとるとかね、なんか貧弱ではないいう感じの、芽が元気だと。であと葉が生い茂ってる、これも元気でないとこにも通じてくるんですけども、葉がね結構少なめの子とかおるんですよね。で、そういう、葉があんま生え揃ってないというかね、生い茂ってない状態もあんまり植え替えしない方がいいんかなと。だから葉が生い茂ってたら植え替えしてもいいですよというね。で最後、厳しい作業をしていないと。秋冬となると針金掛けがね結構できてきたりするんですけども、あと芽が枝葉が生い茂ってきて剪定作業をねしっかりしたくなる時期でもあるんですが、そういう作業をしていない木だ、ある程度はいいんですけどね、すごく厳しく
そういう作業してる木はちょっとあんまり植え替えしない方がいいと。だからあんまり厳しい作業してない子は植え替えしてもいいですよというような、はい、そんな感じですね。で実際この葉が生い茂芽が元気とか葉が生い茂ってる厳しい作業していないっていう木を今ちょっと横持ってきてるんで、それを見ながらまたちょっと説明させていただこうかなと思います。じゃあこれちょっと置いといて、はい、じゃあまずねこちらこれさっきの項目で言うと芽が元気、もうなんかしっかり力強そうな感じで、葉が生い茂ってる。でここから古葉取りしたとしてもまだまだね葉がいっぱいついてそうなこの感じね。これはもうまず間違いなく植え替え成功しますね。よっぽど根っこがねもう切りすぎたりとか植え替えの作業でミスがない限りはこういうのは植え替えはもう普通に普通にっていう言い方あれですね、春に皆さんがよくやるパターンで、10月後半から、中旬ぐらいからもうずっとその先はね暖かくなるとこまではもうずっとできるんで、だから秋もできるし冬もできるし春も当然で、もう10月中旬以降ぐらいは感覚的にですけどずっと植え替えできると、はい、こんな感じでね。で黒松でちょっと厳しい作業パターンいこうかな。ちょっとこれ置いときまして、はい、こちらこれね黒松、これは厳しい作業をしている状態ですね。枝もある程度減らして針金をしっかりねもう枝先まで全てに置いてかけて、葉っぱもちょっと減らし気味で、多分これもね植え替えねやろうと思えばできるんはできるんですけど無理にしない方がいいかなというとこですね。でこれがなんで秋冬じゃダメで春がいいんか言ったら、春になってきたらこの真ん中の芽がね強くまた成長してきます。だからこれが中の芽がしっかり成長したこの子だったらいつ頃かな、予想ですけど、4月ぐらいだったら結構しやすいんじゃないかなと思いますね。でそこで植え替えしたら次芽切りがねちょっと計算はしづらくなるんですけども、強い芽と弱い芽の差が激しかったらまたね僕がちょいちょい言ってる早めの芽切りを5月ぐらいにすればどうにかバランス取れるかなというところですね。あえて芽切りしないっていうのもありです。そういう時期に植え替えするとね、はい、これが黒松のちょっと一例を出してみました。はい、ちょっとこれ横よけといて、次ちょっと五葉松ね、これ五葉松、はい、ちょっとこれこっちよいしょ、これ元気なパターンですね。はい、軽く針金かけてますけど、これは全然厳しい作業には入らないです。もうちょっとね主要な枝をちょっと押さえてる程度、全然問題ないですね。これぐらい元気でしたらもう植え替えも五葉松ですけどほぼ問題ないと思います。これもしっかり根を切るような植え替えでいけると思いますね。はい、これね。でこれに変わりましてこちらこの五葉松、同じ品種でねですけど、よく見てもらうと葉がねなんか揃ってないんですよね。一つの芽に対してね葉がちゃんと、ちょっとしかついてないですね。いっぱい葉っぱがある元気な枝もあるんですけど、なんか強弱が激しいというかね、なんかなんていうか不揃い、葉っぱの少ないとこほんと少ないなっていう感じ。こういうのはちょっと植え替え怖いなと。こういうのもさっきの黒松と一緒で真ん中の芽がねビュッともっと成長してきてから、他もなんか胴吹きしてる芽もね小さいのがちらほらあったりするんで、そういうのが大きくなる春、もうそうですね五葉松だったら5月ぐらいまで待ってもいいかなと思いますね。結構5月とかね芽がしっかり出揃ってね枯れにくかったりしますね。今年なんか僕6月の初旬に五葉松、未生五葉松植え替えしたんですけど何ともなかったりするんで、五葉松は結構遅い時期でも
ただまあ最近ちょっと夏がねむちゃくちゃ暑いんで、その後の葉水とかね水管理はしっかり気をつけてくださいというところはあります。はい、こういうのはまあ秋冬とかはちょっとできるかもしれんけどしない方がいいパターンで、こっちの元気なのはまあ秋冬全然いけると思います。今年も結構、何本かご用やりましたけど全く問題ないですね。1週間以上経ってますけどね。はい、皆さんねもう春ってちょっともう決めつけてる方もねちらほら聞くんですけど、全然秋冬いけますんで。ただまあ僕がその香川県っていうね温暖な地域に住んでるんで、もしかしたらすごい豪雪地帯とかすごく気温が低くなるところはひょっとしたらできない可能性はあるんですけど、まあ、僕の感覚的にはまあさっきのね芽が元気葉が生い茂ってる、厳しい作業してないっていう状態だったら寒くてもいけるんじゃないかなとは思いますね。はい、あくまでちょっと予想の範囲なんで、そこはまあ皆さんの住んでる地域で改めて考えてくださいというところはあります。はい、これぐらいで以上ですかね。はい、秋冬の植え替えもう過去10年ぐらい10年以内ぐらいかな、いろいろ試してみたんですけどほとんどうまくいってるんで、全然一応その事実はあるんで、もしよかったらねこういう素焼き鉢に入っててさっさときれいにしたいとかいう場合は特にね試してみてください。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。